こんにちは。今日はワンハンドルのバッグを作っていきます。私は今回このマクラメヤーンを使って編んでいくんですが、コットンで作っても可愛いと思います。お好きな糸を使って編んでください。これから作るバッグは以前編んだバッグと基本は同じです。少しアレンジして可愛く作っていきます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのマクラメヤーンの細いもの。色はブライトベージュ。30g で38メートル。使用界隈の目安は5号。材質はポリプロピレン。これを7号で編んでいきます。少し太めの針を使う方が編みやすくなります。それとマーカーととじ針を使います。この糸は先端が少しほどけやすいので、糸始末をするときに少し溶かしてほどけにくくします。ライターも用意します。まず底を作ります。鎖を編んで、その周りをグラニー編みで編んでいきます。この最初の鎖の数について、私は鎖を29。サイズの変更や、あと違う糸で編む場合には、4の倍数プラス1で変更します。4の倍数プラス1で大丈夫なんですが、特に13、21、29、37、45。これで編んでいくと、後でハンドルを作るときに同じく編んでいくことができるのでおすすめです。鎖編みをします。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。次はグラニー編みで長方形を作っていきます。まずこの最後の鎖。この鎖を指で軽く押さえて、鎖3つ。1、2、3。かぎ針から1、2、3、4。4つ目はこの指で押さえていた鎖。ここに長編み2つ。1、もう一つ同じところ。これで鎖3つと長編み2つ。鎖1つ。足元3つ飛ばして4つ目。長編み3つ。1、2、3、4。長編み1つ。2つ。3つ。これで1つに3つ。間には鎖1つ。これを繰り返していきます。鎖1つ。1、2、3、4。長編み3つ。鎖1つ。また1、2、3、4。このまま端まで長編み3つを編んでいきます。端まで編んできました。この最後の鎖に長編み3つ。ここで角を作ります。角を作るときには鎖2つ。1、2。で、最後の鎖。同じところに長編み3つ。1、
2、3、次またここに角を作ります。角を作って長方形にします。角を作るときには鎖2つ、同じところ、また長編み3つ、これで角ができました。この部分は鎖1つ、ここは2つ。今度はこの向きに編んでいきます。ここはこっちと同じ位置に長編み3つ、ここも3つと編んでいきます。鎖1つと同じところ、長編み3つ、これを繰り返してこっちまで編んでいきます。この最後の鎖まで、スタートしたところまで戻ってきました。これが端の鎖。端の鎖に長編み3つ編んだところ、次は角を作ります。角を作るときには鎖2つ、端の鎖に長編み3つ、1、2、3で、最後の角には鎖2つではなくて、この鎖の1、2、3、3つ目に中長編み。中長編みは絡めて1、2、3で、上が2本、下は1本の位置。ここに糸を出して一度に引き抜きます。これで中長編み。ここにも角ができました。これで1周目が終わりました。次は2周目。鎖3つ。1、2、3。下のスペースに長編み2つ。1、2。これで鎖3つ、長編み2つ。また鎖1つで、下の三角、長編み3つ。3。鎖1つ。で、またこのスペース、長編み。鎖。これを繰り返して端まで編んでいきます。この端の角まで編んでいきます。端まで来ました。ここは1周目の角。ここにも角を作ります。角を作るときには鎖2つ。1周目の角に長編み3つ。1、2、3。ここにも角ができました。次は鎖1つ。次の角にも角を作ります。
鎖2つで同じところ、で長方形になります。鎖1つでまた同じ三角に長編み3つ、鎖1つ、このままこの角まで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。今角を作ったところ、次は鎖1つと最後の角長編み3つ、1、2、3、で最後は下の鎖の1、2、3、中長編み、これで2周目が終わりました。3周目同じです。下のスペース長編み2つ目、鎖1つと次のスペース、このまま端まで編んでいって、この部分を見ていきます。ここからスタートして反対側まで来ました。今角を作ったところ、次は鎖1つ、三角に長編み3つ、鎖1つ、次またここに長編み3つで角を作ります。その後はまた終わりの方に戻ってぐるぐると編んでいきます。私はこれを5周編んでいきます。ただ5周目はこの角の鎖を2つではなくて1つにします。4周までは2つ、5周目だけ1つ。5周目の終わりまで来ました。これがそこの最後の周になります。最後の周は角の鎖が1つ、こっちも1つでぐるっと編んで、ここが最後。まだ途中なんですがサイズを測ります。28センチ、11センチで最後の部分、最後はここに細編み1、2、3、細編み、これで底が出来上がりました。次は側面を編んでいきます。今までと同じ1、2、3、下のスペース鎖三角で、ここは今までと同じです。角ではこの数を減らします。このまま角まで編んでいきます。角まで来ました。側面を編むときには長編み3つだけ、
側面は角を作らずに次の三角1、このまま編んでいきます。次の角も同じ長編み3つで、次ここも長編み3つ、ここまで戻ってきます。側面1周目の終わりまで来ました。角は長編み3つだけ。最後は最初の鎖の1、2、3細編み、ずっと最後は細編みにしていきます。で、全く同じです。根元に長編み、このまましばらく編んでいきます。これが側面になります。好みの長さになるまで編んでいきます。糸端の始末をしてみます。まず引き締めて、これが緩まないように反対向きにで、もう一度元の方向に、この糸端が後でほどけないようにライターで溶かします。で、整えてからちょっと引っ張って、この部分をですぐ引っ込めて、中で少し溶けた状態になっていると思います。このまま続けます。側面を22周編んできました。長さはそこから測って約23センチ、横幅は36センチ、これぐらいでお好みのサイズになっていれば、次はこの部分を編んでいきます。まず最後の周のつなぎ方、最後は細編みではなくて鎖1つ、最初の鎖の1、2、3、ここに引き抜いて糸を切ります。これは後でしっかりと隠します。次は真ん中ぐらいにマーカーをつけます。まず底を見て整えて、だいたいの真ん中の位置にマーカーをつけます。反対側もつけて、この間のこの長編み3つの数を数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、こっちも数えて17。同じ数になったら、これが真ん中、マーカーをつけます。で、折った時には多少ずれているんですが、これで大丈夫です。で、次はここからスタートします。マーカーをつけた真ん中の三角、新しい糸、
かりと結んでおきます。ここから鎖3つ、1、2、3。この鎖は少しきつめに編みます。次の三角、長編み3つ、1、2。ここから今までと同じです。この部分が違うだけで、あとはずっと同じです。鎖1つで、また三角に長編み3つ、でこのまま反対側のマーカーの手前まで、ここまで長編み3つ、ここからスタートして反対側のマーカーの手前まで来ました。今長編み3つ編んだところ、このまま真ん中の三角、ここに長編み、この長編みは少しきつめ。ここではこの間に鎖1つを編まないで、すぐ長編み3つ編んで、すぐ長編み1つ。次は2段目、鎖3つ、1、2、3。きつく編みました。で裏返して今度は内側から編んでいきます。次の三角、ここに長編み3つ、ここからは今までと同じです。今回の斜めのラインの作り方はここだけ違っていて、あとは同じです。でこのまま次のここまで長編み3つ編んでいきます。2段目の終わりまで来ました。最後はこの鎖3つ、ここに長編み1つ、この長編みは少しきつめにします。この長編み3つの後、すぐ長編み、鎖はありません。これで2段目が終わりました。鎖3つ、次は3段目、裏返して表から編んでいきます。三角に長編み3つ、今までと同じです。このまま反対側まで、ここまで編んでいきます。3段目の終わりまで来ました。今長編み3つ編んだところ、次は端の鎖のこの下に長編み1つ、次は4段目、1、2、3。裏返して内側から編んでいきます。三角に長編み3つ、今までと全く同じです。鎖、このまま端まで編んでいきます。4段目の終わりまで来ました。また鎖の下、ここに長編み1つ、次は5段目、1、2、3。
裏返します。また同じです。このまま三角、これを繰り返していきます。このまま編んでいきます。斜めの部分をしばらく編んできました。今長編み3つの塊が2つ、次からまっすぐ編んでいきます。この部分が肩にかける部分、今の長さを見てみます。この斜めのラインを始めたところ、ここまでだいたい18センチで、そこまで測るとだいたい38センチ。これは編む時のきつさによって多少違っていると思います。で、次からこのまっすぐ編むストラップの部分、ここで好みの長さに調整することができるので大丈夫です。この段数は15段編んでいます。次からまっすぐ続けて編んでいきます。この長編み2つの次からスタートします。鎖3つ、1、2、3、裏返します。で、隣に長編み1つ、隣はこの3つの端、次はこの三角のスペース、ここに長編み3つ、1、2、3、ここには鎖がありません。また鎖を編まないですぐこことここに長編みをします。1、2、3、最後はこの鎖3つ、3つ目に長編み、こんな感じになります。鎖3つ、裏返します。で、今度はすぐこの下の三角、ここに長編み2つ、1、2、次は鎖1つ、また三角に長編み2つ、1、2、端の鎖、1、2、3、ここに長編み1つ、これを繰り返していきます。鎖3つ、裏返します。隣に長編み、下の三角に長編み3つ、でまた2つ、でまたこの部分3、すぐ三角、三角に長編み2つ、鎖1つで三角に長編み2つ、で最後の1、2、3、長編み1つ、これを繰り返していきます。このまま反対側も同じように作ります。斜めの部分を編んで、
こっちも同じようにまっすぐで、この長さがちょうどお好みの長さになるようにします。しばらく編んで、仮に留めて肩にかけてみて、でちょうどいい長さにします。でこの部分は少し伸びるので、作りたい長さよりも少し短めの方がいいと思います。ストラップを編んできました。これは実際に肩にかけてみて好みの長さにします。私はこの部分が11センチ、こっちは16センチ。段数を数えると、この一つのところから数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9段。こっちは13段。こんな感じの長さにしました。で、最後はこの長編み3つのところ。こっちも同じくしています。こっちの模様とこっちの模様を同じくすると縫いやすいと思います。で、最後の糸端は一方は普通のところで切っています。もう一方は長めに残しています。この糸端を使って縫い合わせます。で、縫い合わせるときにはこれを裏返します。裏返して縫い合わせていきます。今向こうから糸が出ています。手前には鎖1、2、3、この3つ目1、2、3、ここに針を入れます。でこっちから上を2本にします。向こうはこの糸端の出ているところで、もう一度同じところこれでしっかりとつながりました。次から一つずつ縫い合わせていきます。まずこの長編みの上、向こうはここ、で最後はここ、糸端の出ているところで、向こうは鎖1、2、3、上が2本で、ここでこの糸端と結んでおくと便利です。あとはそれぞれの糸端を隠します。最後に内側を編んでいきます。この状態でもいいんですが、今回こんな縁編みをしていこうかと思っています。こっちはちょっと可愛い感じ、こっちはシンプルな感じ、どちらでも大丈夫です。これを編んでいきます。真ん中からスタートします。新しい糸結びます。で、同じところ糸を出して鎖一つ、次のこの鎖の下、この三角のスペースに長編み、長編み、鎖一つ、同じところに
長編み、鎖1つ。これで鎖1つ、長編み1つ、鎖、長編み、鎖。次の三角、ここに引き抜き編み、かぶせて引き抜き編み、次また三角に長編み、まず鎖1つ、長編み、鎖1つ、長編み、鎖1つ。次の三角に引き抜き編みで、また三角に長編み、鎖1つ、長編み、鎖、長編み、でこれを続けていきます。まっすぐの部分の手前まで来ました。全く同じように編んでいきます。次はここに引き抜き編み、次のこの長編みの隣に長編み、次のこの長編みの隣、引き抜き編み、鎖、この長編みの隣、これを繰り返してまっすぐ編んでいきます。ここまで来ても同じ、この三角に順番に長編みと引き抜き編み、長編みと引き抜き編み、これでスタートしたところまで編んでいきます。一周編んできました。長編み2つ編んで、最後も鎖1つ。ここで糸を切ります。少し長めに切って糸を引き抜きます。これを針で始末します。ここはスタートしたところ、ここに針を入れて、これが最後の鎖、最後の鎖の上からで裏に出します。でつながったように見せて、あとは裏でほどけないようにしっかりと隠します。この糸端と結んでおくと楽だと思います。で結んだら、あとは糸端を隠して出来上がりです。でこれを隠します。これで出来上がりました。とても可愛いバッグになりました。ストラップには縁編みをしています。底は広めで使いやすいサイズになっています。底も可愛い編み方になっています。たくさん入ってしっかりとしています。サイズを測ります。上から下まで48センチ、横幅35、中央は23、真ん中は77、使った糸の重さは 260g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。